こんにちは。お願いします。愛知県に住むゼインさん。私たちと待ち合わせをしたこの名古屋駅で何度も嫌な思いをした経験があるといいます。1日2回ここだけで職質されてびっくりしました。駅を利用した時、何度も警察官から職務質問を受けたといいます。5回以上は間違いなく職質されてます。もう少なくともですよ。もう僕も洒落すぎて忘れてるぐらいなんですよ。パキスタンで生まれたゼインさんは8歳の時に母親や兄弟と来日。父親はその10年以上前から日本に住んでいて、ゼインさんが13歳の時、家族全員で帰化を申請。日本国籍を取得しました。日本で暮らし、もう15年以上になり、日本語も流暢ですが。自転車で来てた時に泊まりなさいって言われて、一番最初にかけた声がこれお前のチャリじゃねえだろだったんですよね。別の日には僕の免許証見ながら在留カード日本国籍取ると在留カードなくなるのって言われて、日本国籍を取得したため在留カードは必要ありませんが、持っていないことを警察官になかなか納得してもらえなかったことも。次第にゼインさんの中である思いが湧いてきたといいます。日本人として生まれ育ってる人たちに話を聞くと、職質なんかされたことないよ、人生1回かな2回かな、周りの外国ルーツの人たちだけ職質されてるのが多い。これって自分だけじゃないんだな、みんな感じてるんだ、じゃあ何かおかしい、みんなのために何か変えなければ。頻繁に職務質問を受けるのは自分の見た目で判断されているのではないか。ゼインさんは今年1月、警察が肌の色や人種などをもとに職務質問をするのは差別で違法だとして、同じく外国にルーツを持つ2人と国などに対し1人当たり330万円の損害賠償などを求め、東京地裁に提訴。今日、第1回口頭弁論が開かれました。肌の色や人種、国籍だけを理由に職務質問などをすることは、レイシャルプロファイリングと呼ばれ、国連の機関も対策を講じるよう勧告を出しています。今日の意見陳述でゼインさんは、海外ルーツの人に対する偏見に基づく言動が蔓延しているのではないかなどと主張。一方、国などは、レイシャルプロファイリングの存在を否定するなどして、争う姿勢を示しました。ゼインさんはこの裁判をきっかけに、外国にルーツがあると判断される見た目を持った人への認識を社会全体で変えたいと言います。偏見とか差別も一つ一つ疑問を持って考え直すのが大事なんじゃないかなと思います。海外にルーツがある、日本で生まれ育って日本の文化にしか触れてきてない人たちの立場になった時にどう思うのか、ぜひ考えてもらいたいなと思います。ここからは白髪記者にお話を聞きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの原告側と被告側、今この意見主張が対立しているということなんですけれども、レイシャルプロファイリングがあると訴えている原告側ってどんな主張をしているんでしょうか。はい、ゼインさんら原告側は自らの経験に加えてレイシャルプロファイリングが行われていることを裏付ける警察内部の資料があるとしていて、訴状によりますと、例えば愛知県警の職務質問のマニュアルでは、外国にルーツがある見た目で日本語を話さない人には必ず何らかの不法行為があるとの固い信念を持つなどの記載があったとしていて、レイシャルプロファイリングは存在すると主張しているんですね。なるほど。実際に外国にルーツがある人でレイシャルプロファイリングを受けたと感じている方は多いんでしょうか。
はい、実はですね、東京弁護士会というところが外国籍や外国にルーツがある人を対象に取ったアンケートによると、はい、約2100人中過去5年間で職務質問を受けたことがあると答えた人は 62.9% で、そのうち半数は2回から5回、さらに10回以上受けたことがあると答えた人の割合は 11% を超えていました。はい、また警察官に外国にルーツがあると判断された理由として9割以上がですね、はい、こちら身体的特徴からだと感じたということなんですね。つまりその見た目も含めた、はい、特徴でということですよね。はい、そうですね。はい、白髪記者もね、外国にルーツがあるということだったんですけれども、はい、どうでしょうか、こういった重い経験というものはこれまであったんですか？そうですね。私は父がフランス人で、はい、8歳の時に日本に移住してきたんですけれども、実際にその職務質問を受けたことがあるっていうのは実は複数回ありまして。そうですか。そうなんです。例えばですね、新幹線から降りようとしてで、他の乗客はすんなりと降りていったんですけれども、最後に車両に残った私が降りようとするとなぜか警察に呼び止められて身分を証明できるものを出すように言われたこともあったんですね。もちろん何も不審な行動をしてないにもかかわらずということですよね。そうですね。私はちょっと理由とかわからなかったです。はい、ですね。今回この警察官という話でしたけれども、はい、警察官だけではなくて、日常生活でもそういった偏見だったり、経験というのはありましたか？そうですね。取材したゼインさんも職務質問を通してですね、はい、外国にルーツがある見た目でも日本人として暮らしている人がいるという認識がまだ少ないんじゃないかというふうに考えるようになったと話していて、今回の裁判ではレイシャルプロファイリング、職務質問に限らず日常生活のレベルでも外国ルーツの見た目に対する眼差しについて考え直すきっかけになってほしいと語っています。なるほど。はいはい、さらにね、今ね、そういった方というのは本当に増えてますもんね。そうですね。はいはい、遠いことのように思うかもしれないんですけれども、自分が外国のルーツを持った見た目を見てどう思っているのか、この裁判はそれについて考えるきっかけにもなるんじゃないかなと思います。わかりました。ここまで白髪さんに伝えてもらいました。ありがとうございます。